リナミ、本年度の生徒会役員であるあなたたちを呼んだのは他でもないわ。私たちの今後の方針について重要な話があるの。役員募集、生徒会に新入生を入れる件か。ええ、2年前の私たちと同じ初星学園では恒例の流れね。ただ今年は少しだけ思考を変えようと思っているの。嫌な予感がしてきた。姫崎もそう思うだろう。あはは、まずは会長のお話を聞いてみよう。それで一体役員募集の何をどう変えるというんだ。この私が直々にスカウトするのよ。プロデューサーとしてね。プロデューサーとしてスカウトですか？資料を見て、本人を見て、パフォーマンスを見て、初星学園の希望となり得る有望な新入生を見つけ出す。そして彼女たちを生徒会に招き入れ、私が手から育てるの。トップアイドルの卵を、初星学園を導く救世主を、この私の後継者を。本年度の生徒会を疑似的なアイドル事務所として機能させる。それが私の計画よ。壮大なお話ですね。くだらん。何を言うのかと思えば嫌な予感が的中したな。他人の面倒を見ながら私に勝てると思っているのか。ええ、もちろんそのつもりよ。はあ、まあまあ、その会長、アイドル科の生徒がプロデューサーを兼任するなんて問題はないのでしょうか。リナミの言いたいことはわかるわ。言葉を選んでくれていることもね。学園長に許可をいただいているから安心してちょうだい。よく許可が出たな。どう考えても問題大ありだろう。もちろんいくつかの制約と条件を課されたわ。それは？平易に言えば、プロデューサー化と競合した時、私の方が譲るというものよ。私は担当アイドルを契約で縛ることはできないし、制度の恩恵を受けることもできない。施設の利用にも制限がかかる。その他もろもろ、プロデューサー化の生徒よりも小さな権限しかないということ。いや、むしろ当然の措置だろ、それは。会長にとってはこれでもまだ緩い制限かもしれませんね。あら、失礼ね。その言い草ではまるで私が私利私欲のために権力を乱用する人間のように聞こえるわ。今日の議題を思い出せ、バカ者。学園長の血縁で生徒会長である貴様が特例で何をしようという話だった？というわけで早速これからスカウトに行きましょう。私たち生徒会の仲間となる1年生たちを。やれやれ。ご一緒します。まずは2人目の生徒会新メンバーに会いに行きましょう。え？2
目ですか？ええ、実はすでに2人決めているの。まだ本人たちから承諾を得たわけではないけれど。どんな子たちなんですか？1人目は1年1組藤田琴音。藤田か。あなた知り合い？中等部の生徒がアルバイトをする方法について以前相談を受けたことがある。へえ、なぜ私に教えてくれなかったの？何を怒っているんだ。無許可で働こうとしていたあいつを注意した流れで相談されたんだよ。軽々しく人に話すようなことじゃない。そうだったの。だから私が藤田について言えるのは関心な働き者だというくらいだな。しかし成績は悪かったはずだが、あいつがプリマステラの後継者候補。ええ、彼女には比類なきアイドルの才能がある。ぜひとも私のものにして、私のそばでその才能を磨いてあげたいの。なのになかなかスカウトを承諾してくれなくて。だから琴音についてはひとまず保留。最初にスカウトするのはあの子よ。倉本千奈ちゃんですね。合同授業で一緒になったことがあります。とてもいい子ですよね。彼女が会長の後継者候補？うん、そうね。倉本千奈君のことをお主に任せたい。それは学園の後輩として、生徒会のメンバーとしてだけ。好きに解釈せい。彼女のアイドルとしての才能はせな、お主とちょうど同じくらい。きっと立派なアイドルに成長すると信じておる。もしもそんな未来が来たなら嬉しいわね。ではスカウトしてくるわ。ジナ、ごきげんよう。ごきげんようですわ。今日はあなたにとてもいい話があるの。何でしょうか？あなた、私のものになりなさい。どういう意味ですの？それはもちろん生徒会に入って私にあなたのプロデュースをさせてちょうだいという意味よ。伝わらなかったかしら？伝わるわけないだろうが。つまりお姉様が私を生徒会に誘ってくださっているのですか？ぜひ入らせていただきますわ。
そう。ありがとうチナ。スカウト成功ね。我ながら悪くない手際だったわ。見てくれたかしら。私のプロデューサーぶりもなかなかのものでしょ。あまりの説明不足ぶりに驚きすぎて言葉もない。プロデュースの件、倉本には全く伝わっていないんじゃないか。まあまあ、生徒会への勧誘は無事成功したわけですし、幸先がいい滑り出しですよ会長。そうよね。さあこの調子でスカウトを続けましょう。まったく目星くらいはつけているのだろうな。もちろんよ。私の後継者候補、そのうち一人は中東部ナンバー1ユニットと呼ばれていた元シングアップのメンバーから選ぼうと思っているの。そうきたか。1年生の中から実力だけで選ぶなら当然の選択だろうな。実力だけで選ぶなら。あら、何か言いたそうね。今さら説明の必要があるか。シングアップはそのもちろん分かっているわ。当事者の次に詳しいつもりよ。彼女たちに悪いイメージを持つ生徒がいるのも承知の上。些細な問題よ。彼女たちの輝きと比べれば。それほどか。それほどよ。3人ともね。ただ仲違いで解散したわけだから、生徒会にスカウトできるのは1人だけ。3人のうち誰を選ぶんですか？やはり月村手まりか。中東部ナンバー1アイドルという触れ込みの。彼女は素晴らしい才能の持ち主よ。本来なら是が非でもスカウトしたい人材だけど、シングアップから1人を選ぶなら彼女じゃない。ならリーダーのカヤ・リンハさんですか？あのリンハ様には根強い固定ファンがついているようだが、ダメだろう。ええ、彼女をスカウトして後継者に育てるのは難しそうね。ではそう、私がスカウトするのはあの子よ。畑谷美鈴か。他の2人と比べると地味な印象だが。そう思うでしょ。だけど本当はそうじゃない。彼女は極めて高い実力とポテンシャルを兼ね備えたアイドルよ。加えてシングアップの中で唯一素行が良さそうな子。みすず、あなたに決めたわ。何がでしょうか？あなたを私のものにすること。ん？伝わってないかな。はじめまして、重要瀬名会長、畑谷美鈴と申します。はじめまして、みすず。私のことはセナでいいわ。それでどうかしら。聞かせてちょうだい、あなたの答えを。
申し訳ございません。もう一度ゆっくりとご説明いただけますか？つまりね、生徒会に入ってほしいの。まあ、なんて面倒そうなお誘い。あら、興味がなさそうね。最後まで話を聞いてちょうだい。私があなたを頂点へと導いてあげようと言っているの。ん？下手すぎる。抽象的すぎる。説明が。はあ、ようやくわかりました。生徒会に入れば私をセナ会長にプロデュースしていただけると。そういうことなの。セナ会長は初星学園の未来を担う若い人材を集めて育てている。ええ、そうよ。その理事事務所、人数に制限などはあるのでしょうか？あくまで生徒会がベースになっているから、せいぜいあと数人というところね。それがどうしたの？入ります、生徒会。そう、よく決心してくれたわね。ありがとう、みすず。いいえ、セナ会長。お礼を言うのはこちらの方です。ありがとうございました。どういたしまして。またしてもスカウト成功ね。やっぱり私スカウトが上手なのかも。さあ、スカウトを続けましょう。最低でもあと一人は欲しいところね。次はどちらに？1年生の教室を見て回ろうかと思っているの。目当ては？内部進学組ではない、今年から初星学園に入学した生徒たちよ。彼女たちの資料には一通り目を通したけれど、改めて間近で見ておきたいわ。アイドルの実力と才能を見通すこの目でね。また始まった。貴様に本当にそんな特技があるのなら私を見るといい。プロデュースしたくてたまらなくなるんじゃないか？いいえ、全く。私がプロデュースするのは学園の未来を担う後継者。ツバメもリナミも私と一緒に卒業してしまうじゃない。それにあなたたちは私にとって後継者ではなくライバルでしょ。会長。分かりきったことを言うな、バカ者。ごきげんよう。こんにちは。こんにちは。ごきげんよう。さよなら。どうも。今年の1年生は本当に素晴らしいわね。さっぱりわからんな。未熟者の集まりにしか見えん。あら、
2年前は私たちだって。会長、どうかしたんですか？少し待っていて。ごきげんよう、花見咲さん。こんにちは、獣王セナ会長。私にご用？入学式で会った時よりずいぶん成長しているようね。そうでなきゃ困るわ。毎日レッスンしているんだもの。それがどうかしたの？これはあくまで例えばの話だけれど、その成長がある日ピタリと止まってしまったら、あなたはどうする？まるで預言者みたいなことを言うのね。私がそうなるって言うの？ただの例え話。いえ、言い直す。その通りよ。あなたは近い将来絶対に越えられない大きな壁にぶつかるわ。プリマステラがこんなに無礼なやつだったなんて知らなかったわ。逆に聞くけど、あなただったらどうするの？成長限界を迎えたアイドルに未来なんてない。夢に届かなかった星はただ消え去るのみよ。初星学園のパンフレットにあなたの言葉が載っていたわ。自信と誇りと向上心にあふれていて、これが初星学園のアイドルなんだって目標にしていたのに、がっかり。今のあなたは私の模範にはならないみたい。そう。やれやれ、まったく仕方ない先輩ね。私があなたにお手本を見せてあげるわ。何ですって？絶対に越えられない壁とやらをぶっ壊してやると言っているの。プリマステラ、私があなたの模範になってあげる。私にアイドルを教えてくれたかつてのあなたの代わりにね。やってみなさい。できるものなら。なんて生意気な子。大した才能もないくせにこの私にあんな大口を叩いて、無謀で前しか見ていない。上機嫌ですね、会長。あら、どこが？無礼者への怒りでこんなに胸が熱くなっているのに。花見と何を話してきたのか知らんが、あいつは見どころがあると思うぞ。スカウトしたらどうだ？絶対に嫌。あの子は私の後継者じゃない。敵よ。花見咲さん、ちょっと会長に似てますよね。どこが似ているっていうの？言葉の選び方、大きな口を叩くところ、昔の貴様にそっくりだろうが。誇り高くて努力家で実力があって可愛らしいところが似ています。不愉快よ。やめてちょうだい。ここまで順調にスカウトを進めてきたけれど困ったわ。何を悩んでいる？今年の1年生は素晴らしいんだろう？できれば夏に間に合う子がいいのよ。もしかして自分の手で育てたアイドルを夏の HIF で活躍させたいなどと考えているのではあるまいな。
まさにその通りよ。さすがにそれは。もちろん1年生にもすごい子たちはいますけど。夏に間に合いそうなのはそれこそ花見、月村、畑谷くらいだろう。琴音もよ、忘れないでちょうだい。分かった分かった。しかし藤田の勧誘は難航していると。そうだからあと1人、1年生で夏までに急成長してくれるような、そんな掘り出し物の逸材がどこかにいないかしら。そうそう言ってたまるか、そんなもの。いたー！廊下を走るなバカ者！生徒会長が直々に校則を破ってどうする！ツバメちゃんも廊下は走らないで。やっと追いついたわ。足速いわね、あなた。私に何かご用でしょうか？ああ、ごめんなさい。はじめまして、獣王セナよ。はじめまして、獣王セナ先輩。1年2組花見梅です。花見、あなた花見咲さんの妹です。そう。突然だけど、この学園に入学した理由を聞いてもいい？勝ちたい人がいるんです。お姉さん？はい。それはとてもいい目標ね。ようやく追いついた。おい、どうなったんだ？会長、もしかしてその子を？ええ、その方向で考えているところよ。ところで、あなたの名前が生徒名簿に載っていないのはなぜ？それはですね、私が補欠合格だったからです。そうなの。おい、今の発言を聞いてまだ迷っているのか？補欠入学ということは、現時点で奴ら以下だということだぞ。謝るな、考え直せ。だけど彼女の才能が高かったんですか？全然わからなかったのよ。こんなこと初めてで。どうしてかしら。すごくワクワクしているの。なんだかよくわかりませんけど、もう行ってもいいですか？梅、あなた補欠合格ということは学園長と再面談をして認められたということよね。アイドルとしての将来性を見せてほしいって言われて、私が自慢できるものって運動しかなくて迷ったんですけど、こうやって倒立して指立て伏せをしました。すごいわね。
スカートで逆立ちをするなバカ者。スパッツ履いてますよ。あ、それとこうやっていろんな種類の宙返りをお見せしました。本当にすごいわね。危ないよ。という感じなんですけど、いかがでしょうか。素晴らしい運動能力ね。どうしてこれで補欠入学なのかしら。ありがとう。よくわかったわ。十分に世話をしてもらった。あなたたちも文句はないわね。好きにしろ。梅、アイドルとして上を目指すのなら生徒会に入りなさい。この獣王セナが頂点へと導いてあげるわ。はい、お願いします。決まりね。さあ、これで生徒会のメンバーが揃ったわ。